はい、ミドルキングダムの和樹です。今日は、湖北省の武漢っていう武漢ですね。武漢に来ています。こんな街並みで、結構都会ですごい綺麗なんですけど、今日どこに行ったかっていうと、こういう、公園を抜けて、でそれでその先にあったなんですかこれ、辛亥革命博物館っていった場所に行ったんですよ。辛亥革命記念碑と辛亥革命博物館で、これは要するにだから中国最後の王朝であった清王朝を倒した辛亥革命に関する博物館なんですけど、そこに行く前にこういうおっちゃんがいて、これ何してるかっていうと唯一こういうGoPro に動画撮るときは GoPro にこういうスタビライザーバランスを取る機械をつけてるんですよ。でそれつけて動画撮ってたら、このおっちゃんが寄ってきてめっちゃすげえじゃんみたいな、いいねみたいな言われて、でこれどこで買ったのとか、なんてブランドなのとか、そういうのを教えてあげて、この人が喜んでるっていう感じなんですけど、これすごい中国でよくあって、人がすごい近いんですよ。良くも悪くもすごい気軽に話しかけてくるんですよ。これここ行くとか、これどことか、これ知ってるとか、急に話しかけてくるんですよ。すいませんとかそういうのなしで急に来るんですよ、会話が。このおっちゃんはすごい自分の動画にすごい気を取られて寄ってきたんですけど、これすごい中国人あるあるなんですけど、でそれで彼が言ってたのは、これいくらってめっちゃ聞いてくるんですよ。これいくらって。でその後にこのカメラ GoPro もこれいくらみたいなめっちゃ聞いてくるんですよ。でこれもすごいあるあるで、すごい常にじゃあ北京で学校に行って言ったら学費はいくらなのとか、じゃあ東京で働くかもしれないって言ったら、じゃあ東京の給料いくらなのとか、東京の、住む場所いくらなのとか、めちゃくちゃ具体的に聞いてくるんですよ、中国人って。でそれが面白いというかね、お金の話がすごい多いなっていうのを感じますね。それでこういう博物館に入っていって、そしたらこういうふうに、中国が以前結ばされた不平等条約とか、それを結ばされている光景みたいな、そういう辛亥革命を成し遂げた孫文ですね、孫中山って呼ばれる孫文、東京でやったらしいんですけど、孫文とか、外にも孫文の銅像があるっていうような感じなんですけど、でこの博物館はいろいろとだから清王朝の後半の荒れてる時期と、そこからいろんな混乱がある中で、いかに中華民国が孫文によって辛亥革命で作られたかっていう博物館なんですけど、それの細かいことは別に特に何も言わないんですけど、ただ見てて面白いなと思って、ちょっと日本にいる人とシェアしたら面白いかなと思ったんですけど、中国に入ってきて中国で学ぶとすぐ気づくんですけど、日本だったら最近の中国の発展って中国の台頭って言いますよね。台頭でも中国の台頭って言わないんですよ。中国で何て言うかっていうと、中国の復興っていうんですよ。でそこに中国の歴史観っていうのはすごい現れていて、歴史観とか自己認識が現れていて、それはどういうことかっていうと、いわゆる中国は昔からの大帝国だと。中華文明でもあるし、昔から唐とか、そういうすごい大きな帝国があったんだと。で最近日本とか欧米に抜かされちゃって弱く見えるけど、それは今のだけのことであって、この100年のことだけであって、それまで俺たちは強かったんだっていう自己認識があるのかなっていうのをすごい思うんですね。復興っていう言葉から何を意味してるのかっていうと、別に復興っていうのは今の復興の最中なんですよ。だから弱いところから強いところに行くことを、そこに行ったことない国だったら台頭って言うんですよ。でもそこに中国は世界の大国だったわけだから、昔そこに戻るっていう感覚だから、常に復興っていうんですね。復興っていうんですよ。だから最近できたね、新しい新幹線の名前も復興号って言いますよね。で
復興にプラスして、振興とか言うんですよ。その振興の英語は何かっていうとリファイタライズって言うんですよ。リファイタライズって再び活性化するっていう意味なんですよね。だから初めて今活性化して発展するとかじゃなくて、昔大英帝国としてあった中華帝国が再び発展する、再び復興するっていう認識が中国にあると。でそれを英語とか中国で、あるいは中国の中で中国のことについて学ぶと、すごい気づいて面白い点ではあるなと思いますね。でこれはウルムチであったすごい前にあったおっちゃんも言ってて、最近はこの中国が復興が進んでいることで中国人には3つの感覚があるんだって言ってたんですね。一つは自豪感っていうプライドですね。プライドの感覚。二つ目が愉悦感っていうその嬉しい感情で、三つ目が自信感っていう自信感なんですよ。だからこの復興してくることによって中国人は再びそのプライドとか幸せな感覚とか自信とかっていうものが芽生えてきてるらしいんですね。ただ一方でそうは言うものの、少なくともいろんな人と話す限りでは中国が遅れている場所とかうまくいってない場所っていうのもある程度認識してるなっていう感じはありますね。っていうのは例えばじゃあ日本ここすごい進んでていいよねとか、アメリカではここ進んでていいよねとか、中国はまだまだこれはひどくてダメだよっていうことをよく自分たちでも言うので、だからすごい大国意識っていうものを持ちつつも、一方で現状に対してある程度はわきまえたというか、ある程度は現実を見た認識もなくはないのかなっていう感じがしますね。長江が長いですよ、武漢って。すごい長江の場所に渡し船があるっていうから行ったら、こんな感じで夕日で橋もあってすごい景色が綺麗で、釣りしてる人もいるみたいな感じで、夕日になったらこんな風になったんですよね。奥の赤い橋とかサンフランシスコのゴールデンゲートブリッジみたいな形してね、面白いなと思ってますけど、すごい綺麗なんですけど、でその後は問題はその後夜景なんですよね。問題、夜景がすごいんですよ。夜景がすごくて怖いぐらいすごいんですよ。で何がすごいかっていうと、こんな感じでね、ちょっとわかるかなと思うんですけど、これ川沿いに数キロにわたって高層ビルがいっぱいあるんですよ。川の両側に。でその両側にある建物、ビルを全部 LED ライトで装飾して、それを全て連動させてライトアップしてるんですよ。色を同じにするとか、色の変化を連動させるみたいな。でこれ綺麗は綺麗なんですけど、こうやって船からね見て一緒に光がすごい高いビルたちが数キロにわたって一緒に光ってるんですね。で怖いぐらい光のね感じとかすごい青かったり赤かったり、空までもう火の柱が立ってんじゃないかみたいな見るやつとかってすごいんですけど、で公園に行ってもこういう風に夜景が見えるみたいな。でこれ何がすごいかっていうと、単純に LED ライトでそんなにビルをライトアップしてるのすごいですよね。でこれって最近深センとかウルムチでもやってて、綺麗だし、すごいんですけど、面白いのは日本って東京で考えた時に、東京にあるビルを LED でライトアップ装飾して同時にライトアップするなんてありえないですよね。だってビルごとにみんな所有者がいて、ビルの多分判断が動くから、ビルごとにみんな好きにやるから、そんな全体でなんてありえないですよね。ただ中国の場合だとこうやってビルを全体を装飾して同時に統率しちゃってるみたいな。でだから良くも悪くもこの凄まじい統率力、これをすごい思い知らされる、あるいはなんていうのかな、その凄まじい統率力っていうものを感じさせる夜景でしたね。すごい綺麗です。
観光としてはすごい綺麗だしおすすめなんだけど、その背景を考えるとだってね、こんな全然違う多分ビルたちを全部装飾一緒にしてライトアップするって相当なことですよ。それがすごい。それで武漢ってなんかね、そういう古いイメージがあったんですよね。なんか古臭いイメージでも、なんか今回来て初めて気づいたのは、武漢も昔のなんかその開国した時の条約で開港された場所の一つらしくて、内陸なんですけど、でそこに蘇海地があるんですね。蘇海地で、上海とか行ったことある人だったらバンドとかの蘇海地があって、それ新天地とかねあって、フランス蘇海地とかそういうのがあって、西洋建築がすごい綺麗な場所があるんですよね。で武漢にもそれがあって、なんかこういうね、なんかすごいかっこいい建物だったりとか、なんか道歩いててもこういう西洋建築的な建物が多いし、まあ路地に入ってもみんなこういう西洋建築的なものが多いんですよ。日本もあったぞ。日本の蘇海地もあって、これは日本の蘇海地の、建物だったんですけど、まあ綺麗ですよね。まあ、綺麗だけど、まあ、こういうのをキープしてってのはすごい面白い。で、その蘇海地ってなんかおしゃれなエリアがあるんですよ、大抵そういう場所って。で、それが上海だったら新天地なんですけど、武漢の場合は武漢天地って場所があって、そこになんかお店とかレストランがいっぱい入ってるんですけど、そのレストランに日本食がめっちゃ多いです。それまあびっくりはしないけど、今さ改めて多いなって感じさせて、例えば吉野家とかペッパーランチとかココイチとか焼き鳥屋さんとか居酒屋とかラーメン屋とか、そういうのがもういっぱいあるんですよ。で割合がすごい多いんですよね。そこにある全体のレストランに対する日本料理屋の多さ、それがね、いかに現地で日本料理が人気かっていうのをすごい示しているかなみたいな。でその後最後はなんかもう武漢の友達に紹介してもらって、なんか街歩きして、でこういうナイトマーケット的なね場所ってなんか台湾とか香港っぽくも見えるんだけど、これもちょっとあんま大陸にはなくて、ちょっと面白かったですね、見ててね。で最後なんかちょっと武漢で思ったのは、なんかおしゃれっぽい若者が多いのかなみたいな、イケてる系の若者が少し多い感じして、なんかこの映像みたいな、なんかスケボーやってる人もいっぱいいろんな場所にいたし、おしゃれしてる人も結構いたし、ダンスしてる人たちもいたし、なんかちょっと北京だとあんまこういうイケてる系の人ってそんなにね、クラブエリアとか行かない限りいないけど、武漢はなんかそういう街中にいっぱいそういう人がいて面白かったですね。はい、まあだから今日観光的にはねそんななかったけど、まあでもね、夜景は綺麗だし、長江の渡し船とかもすごい面白いからおすすめだし、あとは蘇海地の夜景すごいおすすめです。はい、今日は以上です。どうもありがとうございました。